よし、行きまーす。はい。よいしょっと。どうも皆さん、こんにちは。実家に帰ってくると、実家の引き出しを開けまくって、ビフォーアフターを確認してしまうさやです。ここに昔ペンとか入ってたのに、今全然違うもん入ってんなみたいなのを確認するのがすごい好きなんだよね。まあどうでもいい、そんなことは。ということで今日は実家にパラちゃんと一緒に帰ってきております。ゲンさんがね、今お友達をちょっとお家にご招待していまして、1年ぶりに会うお友達たちなので、水入らずでぜひ楽しんでくださいということで、私はパラちゃんと実家に来て、まあ私は私で羽を伸ばしておりますっていう感じなんだけど、でも、やっぱこの機会、私が一人になり、ゲンさんに見つからないこの大チャンス、やることは一つ。ドッキリです。イエーイ！そう。ズバリ。本日やっていく企画はこちら。ファンレターの中に妻からのお手紙が入っていたら、夫は気づくのか？はい。というわけで、いつもファンレターとかプレゼントたくさん届いております。いつも本当送ってくださったことありがとうございます。事務所を通じてね、いつも我々は受け取って、いつも本当に楽しみに心の支えにしながら生きているんですけれども、ふと思ったんですね。先日、何つめさんちがやってるお洋服のブランドの何人ものポップアップショップイベントがあったんですね。それで結構そのポップアップに来てくださったお客様が、夏目さんちにお手紙とかプレゼントとかを持ってきてくださる方が結構いらしてて、ポップアップ終わった後にまとめて事務所から送っていただいて、それが先日届いたんですよ。大きな箱がドドーンって。今日はお休みの日なんですけど、週明けゲンさんとじゃあちょっと開封式をやろうかっつって予定をしてるんです今。そこに私のお手紙をちょっと一通挟んどいたら、ゲンさんはどんなリアクションするのかなと思って、あとちょっと個人的にいつもありがとうみたいなお手紙を真正面から渡すとやっぱめっちゃ恥ずかしいなと思ってそうだからね、皆さんのお手紙の中にちょっと忍ばせていただいて、いつもの気持ちをちょっとお伝えしてみようかな、そんなドッキリをやっていこうと思います。いや恥ずかしいね、ちょっとね、ポポポ。今まで夏目さんちのドッキリって、夏目さんちって本当にもうびっくりするぐらい365日24時間年中無休でほぼ一緒にいるんですよ。だからドッキリの準備をするって毎回苦労するんだよね。ゲンさんがシャワー入ってる間にススッてちょっとやるとか、私早起きできないもんだから、しかもゲンさんは早起きで私は早起きできない。そうするとゲンさんは私が寝てる間にドッキリの準備とかしてるらしいんだけど、私はすやすや寝てるもんだからできないのよ。この実家に帰ってきた時こそがチャンスなので、今回お手紙と、夏目さん家にお手紙をくださる方、イラストをね一緒に添えてくださったりしてくれる方が多くて、私もちょっとそれにのっとって絵もちょっと添えつつみたいなお手紙を今ちょっとここで作っていこうかなと思います。じゃじゃーん、お手紙セット。家になくて実家にあるやろうと思ってお母さんになんか便箋ないって言ったら、私が中学生とかの頃ぐらいからある便箋セットが出てきました。これに書きます。めっちゃ実家ケンさんとエチャしましたってところと同じ部屋で、これ昔妹の部屋だったんですけど、私の部屋はね父の筋トレ部屋になってしまったからね、テーブルも何もないので今日はここなんですけど、今回イラストも添えるので、パラちゃんを見てもらってる関係上一からちょっと描いたりとかするとちょっと時間かかりすぎちゃうのもなと思って、事前にちょっと線画をデジタル上で作ってきて色塗りをしようかなと思って、というわけで線画もねこんな感じでじゃじゃーんご用意してきました。コピックで塗ろうと思ってるんですけど、このコピックもね、そのゲンさんにじゃあちょっとお泊まりの準備してくるからみたいな感じで言って、ちょっとパラちゃん見ててとかつってお願いしつつ、撮影部屋にあるコピックの棚から取れる分だけここにって入れてきて、詰めれる分だけ詰めてきましたこれでね後ほど塗るんですけど、まずはこのちょっと文章からいこうかな。でもなんかお手紙とかさ書くのさ、ちょっとあまりにこう徐々にさ私なんじゃないかってさ気づく方がいいなと思って、最初はこうファンの方からのお手紙をちょっと装おうかなって思うんだけどいつも陰ながら
見ておりますみたいな。見ておりますっていうかね、もう横からこうやって見てる人なんだけど。背景ちょっと硬すぎか。夏目さんちのゲンさん A かなんかにしようか。よし、そうしよう。いつも動画見てます。動画も見てます。日常も見てます。靴下のやりっぱなしも見てるし、エアコンのつけっぱなしも見てます。もうありとあらゆるを見てますが、今回は動画を見てますに限定しよう。すごい長いカッコが後ろにあるんだけど、全部それをこう隠そう。ちょっと、照れる。ちょっと待って。喋りながら文字って書けない書いてる文章とさ、喋ってる文章違うのむずすぎね。マルチタスク。夏目さんち最近ね、何にももあって、伊藤洋華堂さんから、ワッフルが出たり、東京タワーのコラボとか、広島の原画展とか、ここまでにすごい長い時間をかけて準備してきて、それがこう一気にみんなのとこにお届けできたっていう、すごい区切りのある時期だったんですよ。夏目さんちはやっぱりなんかこう、ゲイさんがこう中心になっていろんなものを考えてくれたりすることがすごい多いので、いろんなね、コラボがあるってことは、いろんな人と関わって、いろんなこうお仕事の話をするってなって、ゲンさんもたくさんの人と関わってお仕事をして、一番頑張ってるんですよね、常に。そう、私は、ゲンさんすげーみたいな感じで見てる。本当に。このいろんなね、お知らせをこう出す上でゲンさんがすごく頑張ってくれたので、そのちょっとね、頑張りましたねっていう気持ちも、こうお手紙にして伝えておきたいな、みたいなのもちょっと思った。なんか照れくさいね。まだ夏目さんちのゲンさん絵しか描いてない。めっちゃ鞘の字だな。しかもなんかフリクションで書いちゃった。小書類、宛名など消えていけないものは使用しないでください。消えちゃいけないんだけどね。これいっそなこと全部消しといてさ、冷蔵庫に入れてくださいとかって書いといたらなんかさ、よし、書こう。いつも楽しく動画を拝見しております。ゲンさんのタイミングのいいツッコミや映画の細かすぎるモノマネボケなど、ツッコミもボケも両方こなしてしまう姿にいつも楽しませていただいております。これはちょっと嘘じゃないからね。それは私の感想とかちゃんと嘘は書かないから。すごい真面目な文章を書いてる。ゲンさん泣いてくれないからいやらしいことを考え始める。ゲンさんを泣かすつもりで書こう。やばい、なんか私が泣きそうになってきたちょっとね、ゲンさんとね、ここ最近ね、ちょっと結構、夏目さんちもね、こうなる時がまああるんですけど、ただお家で二人でズーンって話してると、もう日もさっちもないということで、結構家の問題のこととか、夏目さんちこの後どうしていくとか、何今後やっていきたいみたいな話をお散歩しながら話すことがあるんだけど、ここ最近その散歩をしてこういっぱい話す時間を作るっていうタイミングが結構多くて、ゲンさんとも言ってたんだけど、まあこういう二人でじっくり話す機会が増えてる時って、転換期に今きっとぶち当たってるんだろうねとかってよく話すんだけど、そういう今タイミングでも実はあったりとかするから、それを思い出してなんか一人でなんかじわーってなっちゃった書けました。じゃん。結構びっしり書いた。ちょっと恥ずかしいので自分では読みたくないのであとはゲンさんに任します。恥ずかしいじゃん。よし、ということでこちらのイラストもね添えていこうかと思います。このイラストはね、最近ゲンさんがね、黒髪ストレートの女の子が出てくる漫画にめっちゃハマってまして、なのでそういうゲンさんが好きな女の子に対してひまわりがこうスッてこうなんか猫がさ撫でてみたいな感じでこう寄り添ってるみたいな絵にして、これからもどうぞよろしくね感をものすごく遠回しに描いてみたので、これを今から塗っていこうと思います。もうどういうテンションで言っていいのかわかんないんだけど、この動画なんかおかしいな、なんかドッキリだからさゲンさんウェーイみたいな感じにしようかと思ったんだけどさ、普通に恥ずかしくなってきた。なんかどんな顔していいのかわからないのというわけで早速塗っていくんですけれども、私ちょっと一個気づいたことがございまして、この手紙をお渡しする場所を事務所でやろうかなって思ってたんだけど、事務所のルームツアーの動画より先にこちらが出てしまうということに帰ってから気づきましてなのでこの後しれっと事務所が出てくるんですけど、まあルームツアーも後日出ますので、皆さんはちょっとそちら出るんだな、紹介してくれるんだなみたいな気持ちで事務所を見ていただければと思います。というわけで塗ってるんですけども、家で慌ててゲンさんに隠れてコピックをガシャーン持ってきたせいでね、色数が少なくてね、すっごいなんかもう文句言いながらずーっと書いてたでこの後大事件が起きて、さっきのコップにカメラを水没させてしまったんですねだからこの時ものすごい焦った気持ちで実は書いてるんだけど、
ちょっとね、そんな気持ちも抱えながらのお手紙、ゲンさん読んでくれるかな。書き終わりました。こちら、じゃじゃーん。ゲンさんの好きそうなっていうとなんかすごい語弊もある感じするんですけど、黒髪セーラーの女の子。最近ゲンさんと一緒に見た映画のヒロインちゃんがすごい可愛いカチューシャしてて、ちょっとそれが印象的だったので、ちょっとヒントも込めてカチューシャも書いておきました。カチューシャの女の子と、それになんかこう懐いてるひまわりくん、ひまわりマンすごいアイテム見つけちゃった。色鉛筆ってすごい私がデコった後でしょうね。当時通ってた美容室でもらったんだよって後ろに書いてあるすごい時代を感じるよね。ちょっとこれで最後ちょっと仕上げもしまして、ちょっとハイライトがね家から持ってきてなくて、コピックもだいぶ慌てて用意したのもあって、色数がなんかね、なんか不思議な色数で持ってきてしまったので、かつこうハイライト持ってきてない、上から乗せられるような修正液的なのもちょっと実家になかったので、ハイライトだけね家に帰ってちょんちょんって入れて完成っていうことでしようかなって思います。ということで、お手紙のセットは一応揃ったんですけど、ちょっともう一個罠として、やっぱり我らがパラ様の絵もちょっと一枚入れたらパパ喜ぶかなということで、ちょっとパラ様に描いてもらおうかなって思います。こんにちは。パラちゃんさん、お手手あげてください。ああ、いい子。さ、パパにさ、絵描いてよ。ここにさ、お絵描きして。はい、これペン。好きなこと書いて、ここに。あ、そうそう、キポって取って。ママはい、キャップ開けたから、お絵描きして。うん。そう、青。はい、じゃあ描いてください。あ、いいですね。軽快ですよ。うん。なんかすごい意味深だよ。なんか10って書かれてて。なんかメッセージみたいになっちゃってる。あ、終わり？じゃあ先生お願いします。パパのためにちょっと一筆お願いします。お。10！終わり？パパにあげるの綺麗な10でいい。お！点が点おおしみるじゃこれ完成でよろしいですか先生。じゃあこれをパパにねプレゼントしてこようと思います。かわいいね。あ、インクが手についてショックみたいですというわけで誰か映ったように見えてすっげえ怖かった今。びっくりした。というわけで、はい。事務所に来ましたよ。実家から帰ってきまして、ゲンさんといただいたプレゼントの開封をね、行こうと思うんですけれども、ゲンさんはね、急遽修正しなきゃいけないことができたみたいっつって連絡もらって、ちょっと慌てて帰ってったんですけど、そうなの？大丈夫？みたいな顔しておきながら、なんかゲンさん急いで帰んなきゃいけないみたいだから、準備する時間できたなみたいなことを内心めちゃめちゃ思ってしまっていたわけなんですが、というわけでその機に乗じて全ての準備も終えたわけです。ちゃんとね、ここに座ってねみたいな感じでね、クッションも用意しといた。絶対ね、これね、さやの口になんかすごい気が利くじゃんみたいな言いそうな気がするんですけど、意外にそういうのいつもゲンさん辛いって言うからって言って、ただのカメラの位置的にここに座ってくれるかねっていう昨日聞かせに見せてかけた作戦でございます。果たしてゲンさんはどんなリアクションをするのでしょうか。じゃあちょっとこの後ゲンさんが帰ってきたら開封始めていこうと思います。行くぞででーん。カメラはあそこに見えますでしょうか皆さん。ここに隠しました。で、ゲンさんが来たらなんかこういう感じにしてわからない感じにしたいなと思っております。いや、ゲンさん重力ないからな、気づかないでいてくれると思うんだけどな。気づくなかわいい。見た？そうでしょ？そう、それ、偉かった。カメラーやばいよこれカメラを隠すために上にかけたビニールが見事に重りとしてね、ちゃんと機能してくれやがってるせいでこのようなざまになってるんですけども、
さやさん気づいて。あ、さやさん、さやさん、未来のさやさんが今あなたに語りかけています。さやさん、さやさん取れてないですよ。さやさんしっかりして。すげえな。ね。名古屋だけでこうなったの？そうだよ。かわいい。もう東京タワーの帰ってくる。ね、ゴミ袋がさ、皆さんすごい可愛いからさ、ゴミ袋捨てたくないんだよね。ゴミ袋コレクターとして。あら、かわいいわ、これ。可愛い。すごい。すごい。あらー、素敵。可愛い。これもできるですよね。公開してる。そうだ。見たこれ。夏目さんち、一生幸せに暮らしてる。可愛い兄弟ね、本当に可愛い。嬉しい。もうちゃんとこの二人の名前をさ。教訓書いてる。そう、教訓会くんでさ、もう。気づいて、ここ。だからそれ用意しといてあげたんだ。そういうことか。レッドブル持っていくの忘れた。ちょっと待って。嘘でしょ？嘘じゃろ？さやさんよく気づいた。本当によく気づいた。この時ゲンさんあっちあっちなんかレッドブルを車に取りに行ってたのでこの木を逃さず。いやでもね、本当内心めっちゃ泣きそう。本当泣きそうだった。これね、これさやが今読んで。はい。さあ、手紙見てると本当になんか自分を反省してしまう時が。なんで反省しちゃうんだ。嬉しいとかじゃない。嬉しいんだけど、みんなはこんな純粋な気持ちで楽しんでくれてる。なんで俺はいつも結果を気にしてしまうんだろう。そうね。今、ゲンさんがすごいいい話してめっちゃゲップで育った。なんかめっちゃさ、すげえめっちゃ見てる。さやさんの巧みな誘導によってついにこの男、妻からのファンレターを手に取りましたよ。いやもうこの時、さやさん、ゲンさんが持ってるじゃないか私の手紙よと思ってね、こう実はこう皆さんからのねお手紙をねこう読むふりをしてゲンさんの方を見て、で後でこのお手紙はじっくり読もうって思ってまた同じ袋に戻しております。見たこと見た。だんだん手紙を読む挙動が怪しくなってますが、果たして第一声は何？今さ、俺のまま今起きた俺を話すって言っていい？俺のまま今起きた俺を話すって言っていい？ゲンさんのことを理解しすぎていて、なんか普通に今本当に涙目になったんだけど、なんかすごい、なんでこの人こんなにさ、俺のことを、俺の今考えてる気持ちとかさ、こんなに嫌でて、すごいお手紙だと思って今さ、普通にもちょっと涙ぐんでたんだけど、視点おかしくねってなった。視点おかしくね。何急にキョロキョロしだして何よ。ドッキリはね、やっぱね、難しいからね、準備がね。聞きたい？君のお手紙があった？全部素敵で全部素敵なお手紙なんだけど、怖いお手紙でもあった？怖かった。なんかね、すごい怖かった。なんて書いてあった？どの順番で喋るのが正解かわかんないけど、とりあえず撮ってね。イエーイバレちゃったか。撮ってたのバレちゃったわ。言っていい？ずっと貯めていたこの思い。ドッキリ大成功！イエーイ！もしかして、はい。パワーアートドッキリのお手紙版。イエーイ！ファンレターの中に妻からの手紙が入っていたら、夫はどんなリアクションをするのか。すごい。すぐ気づいた。マジで？けど、何で気づいた？びっくりしたんだよ。だってこれマジで、はい。でも僕さっきからみんな見えてないと思うんだけど、みんなの手紙を読みながら、結構もう最近涙腺緩いから、
夏目さんちのおかげでこんな風になりましたとか言ってくれるのを見るとさ、もうちょっとここうるうるしてるいや、わかるわかる。る。うん。で、なんか手紙読んでる時ってずっと涙腺緩いの。ああ、頑張ってよかったなみたいな。って思って、はい。僕見てたら、うん。夏目さんちの源さんやって書いてある、ああ、さやさんと源さんで分けてくれるタイプの手紙あーうんうんよくそういうさ、うん。分けてくださる方いる。こっちはさやさんが読んでね、あそうそうそうこっちはげんさん読んでねって用意してくださる方もいらっしゃるからねでそれで源さん。の先に発見して、この一個の文章はすごいちゃんと見てくれてる人だと。うん。すごい嬉しいなと思うのを読む。はい。なんかだんだん視点がおかしいなと思って。一回なんかそれで、ってなんか普通に泣きそうになったの。なんでこの人こんなに僕が今言ってほしいこと言ってくれるんだろうみたいな。その後、一緒にものづくりライフと子育てライフを謳歌していきましょうって、誰だお前ってなって急に恐怖を感じて、なんかで最後にリビングのテーブルの下で黄色の靴下が遭難したままですよ、早く助けてあげなさいって言われてうんってなってで一瞬混乱して、はい、いろいろまだあったから、開けるじゃん、はい、なんだろうと、でもお子さんが書いてくれたのかなみたいなこれですね、こっち開いたら、はい、突然うまい絵が出てきて、はい、ありがとう。ビビって、さやさんのあるんだろうなと思って、さやさんを探して入ってなくて、ゲンさんガチ勢の。ゲンさんガチ勢の説もそれワンチャンあるけど、ってなって、気づいた。それで全てを理解した。まあ自称ゲンさんガチ勢なんでね。確かに日本政府が認めたガチ勢なんで。確かに政府が認める。そうそう、政府直属のガチ勢なんで。どうでした？嬉しかったですか？嬉しい、普通に嬉しかった。そう、なんかさ、何急に読み始めた。なんか私もね、なんか最初はね、ゲンさんのこと脅かしてやるぜみたいなさ、気持ちで書いてたの。最初はなんかさ、いたずら心で始めたのにさ、なんかだんだんさ、嘘は書いちゃいけないよなとかってすごい真面目な私がさ、声をかけてきて、真面目に書いた結果、なんか私も私でなんかちょっと泣きそうになってしまって、なんか一緒に頑張ってきたよねみたいな。いやでもゲンさんが喜んでくださったなら何よりでございます。この絵だけじゃ気づかないよなって思ったんだけど、ひまわりの顔があまりにさやなんで、なんかちょっと泣いてるぞ。あれゲンちゃん。大丈夫かゲンさん。おかえり。ただいま。違うんだよ。なんかさ、ちょけようとしたんだよ。ちょけようとした。撮影してるんだってドッキリかみたいな気持ちでさ。そう。なんかちょっと気の利いたコメントでもみたいな。と思ってなんか。一旦下行かん？行く？暑い。はい、てなわけでこれパラちゃんでしょ？そう、これパラちゃん。これかわいい。ね、パラちゃんがなんか描いてくれたんだ、顔をね。これはね、てんって私が言うと、ニヤニヤしながら点をいっぱい増やした。めっちゃいい。この手紙を読んで、今俺が欲しい言葉が入ってるって思いながら、手紙っていつもそうなのっていうか、そもそも。リスナーさんからもらった手紙読んでると、なんで今こんな自分が不安に思ってることを、この人たちはこんなに楽しんでくれてるんだみたいな気持ちになって、いつも泣きそうになったり、時々泣いたりしてんだけど。違うんです。動画を通じてちゃんと受け取ってくれてんだなっていうのをなんかさ、確認できるからさ、本当に嬉しいんだけど。そうなんだよね。その気持ちが今高まってたの結構。高まった状態でこれをこうやって読ませてもらって。で、めっちゃなんかさっきからうるうるしてたんだけど、これ読んで高まり、さやがなんかこう書きながらなんかちょっとそうなっちゃったみたいな言って、なんかその後だんだんなんかいろいろ走馬灯のように今巡ってしまって、急になんかもう耐えられなくなった。わあ、ありがとうございます。自分の字見るとさ、でもなんかね、これ今言ったら今更なんだけど、ちょっと字に見覚えはあったよ。いやでもなんかシンプルに嬉しいわ。やっぱ手紙っていいね。嘘は書かないようにしようと思って。だから全部嘘じゃないの。そうね。最初はいつも家族で見てますとか、本当にファンの方風なお手紙見てみようかなと思ったんだけど、こんなお手紙書く機会もないしと思って嘘書かないようにしようと思ったら、視点がどんどんなんかさ、向こう側からこの辺に来てる感じあるよね。いやそうそう、なんかここにここにいる人。いやじゃなんかよく手紙を読みながらその人の人物像を思い浮かべながら読むわけよ。小説とかとも同じで、この人はこんなエピソードがあってこんなことを考えて夏目さんちに出会ってこんな感想をくれててって思うとさ、ぼやぼやぼやってちょっとこうイメージというか、こんな人っていうイメージが出てくるじゃん。なんかこのぼやぼやぼやっていうのがなんかさ、突然解像図がギュンってなんかさ急にピントがあって、なんか途中から妻以外ない視点が突然で現れて、いやそうで混乱したんだよ。それでらしいです、ゲンさんからすると。これは見せないのみんなに？どうしよう。なんかでも恥ずかしいんだよね。なんかずっとさ、恥ずかしいな、恥ずかしいなとかって言いながら書いてたからさ。分かった。さ、映画とかゲームで手紙を発見するじゃん、主人公が読み始めて途中からこうスッと回想になるやつやる。それね。それいける？
わかった。それでいこう。夏目さんちの源さんへ、いつも楽しく動画を拝見しております。源さんのタイミングのいいツッコミや映画の細かすぎるものまねもちょっと待って。ちょっとできない。でもこういうことでしょ。こういうことでしょ。ちょっとフェードアウトしてこうなってく感じ。いやじゃあさやさんが一番伝えたいところだけじゃあ読みますわ。アナリティクスおじさんとかスージーみたいなキャラだけど、実は一番人の気持ちに敏感で、見てくれる人はもちろん一緒に働いてくれる人、関わってくれる人たちのことを常に考えてくれていて、本当に優しい人だなと日々感じています。いつも本当にありがとうございます。やりたいことへのエネルギーと明日への不安がずっと交互に襲い来る日々ですが、一緒にものづくりライフと子育てライフを謳歌していきましょう。ここからさらにスピードアップしていく毎日になるだろうけど、よろしくお願いします。ということで、でも靴下の行き倒れは許せません。リビングのテーブルの下に黄色の靴下が遭難したままですよ。早く助けてあげなさい。一ファンよりと来たわけです。はい、ありがとうございます。じゃあなんかね、この一文で解像度高すぎて、そこでねなんかうってなって、なんでこの人はこんなに今俺の気持ちを今手に取るように分かってるんだこいつはと思って、なんかさ、恐怖の涙と感動の涙が同時にここで来そうになって、なんかゾッとしたんだけど、見透かされすぎてて、でもねいつもねそれ話してることだからね。そう改めてどうぞよろしくお願いします。お願いいたします。これはちょっとね可愛いのでママがもらっていきます。それもくれよ。娘の絵もくれよ。くれよ。これは俺にくれよ。いやまあ毎回恒例だけどお手紙とこの動画のプレゼントです。それもありがとう。毎回この恒例のお互い動画知らんうちに1本撮影し終わってるっていう。はい、でもちょっとね、今回はちょっとやられた。不意打ちだった。完全にやられた。あ、やった普通に恥ずかしいもん。初めて泣いたんじゃない動画上で。なんか100万人突破した時もさ、ちょっと泣きそうになってたじゃん。泣きかけてたけどさ、我慢したの頑張って。我慢するものじゃないかもしれんけど、なんかやっぱ恥ずかしいやん。あれやればよかったじゃん。こうやって帽子やっていかん雨が降ってきたらやればよかった。帽子かぶってるよかった今日ね。確かにクッキーしかないわ。いや本当にでもねマジでこの通りというか今、めっちゃその気持ちがあったから、これ本当になんか真面目会になっちゃうんだけど、やりたいことのエネルギーと明日への不安ってマジでそれなんだよ。さらに一番伝わる表現していい？俺藤原元雄の言葉と同じぐらい刺さってる。藤君の歌聴いてる時って、なんで今欲しい言葉をそんなにくれるんだろうみたいな、バンプオブチキンに対して思うわけよ。そのと同じ体験してる。なんか欲しい言葉が急に来てるみたいな。嬉しい。でもねなんか最近こう2人でずっと思い悩んで言ってたこの議題っていうのを短い文章にまとめるってどうしたらいいのかなって考えた結果のこの、でもそうするとやっぱそれってさ歌詞に近い考え方だよね。ああ確かにね。長くいっぱいあるやつを1枚に収めるみたいな考え方なわけじゃん。だから同じ刺さり方したのかもしれない。なんかしててその子育てもあったり、てかパラちゃんと時間がとか、あと自分たちのやりたいこととやってることの実力のバランスとかね。それね。あとやっぱ漫画も描いてて、漫画も真っ先に完成させたいけど YouTube は止めたくないとか。あ、そうそういうわがままというか、YouTube でみんなと交流して動画を出すっていうのやりたいけど漫画も作りたいみたいな。でしかも漫画も妥協絶対しないみたいな。今の 200% ぐらいの漫画を描くぞみたいなさプレッシャーでやってるじゃん、っていうなんか自分がこれによって突き刺されたっていう突き刺せたのはそりゃそうかっていう、まあ、蓋を開けてみればね。でも書いてみて、お手紙ってむずいなと思った。このやっぱ皆さん封筒に1個に入れるわけじゃない。そうするとやっぱさ限られた枚数とか限られたさ数になってくる中で、文章をね考えて書くって難しいなって思うから、なんか改めてこれを文章にするときになんか源さんにどうやって伝えようかなっていう源さんへの感謝みたいなのと、あとこういう形態でお手紙を届けてくれる視聴者の皆さんにもすごく感謝。だからその普段いかにみんな自分の気持ちをこうまとめて送ってくれてるのかっていうのをなんか改めて今思った。やばいマジですごい。あと全然関係ない話していい？いいよ。これ見てちょっとちっちゃい子が書いた感ある夏目さんちをね。小賢しいな。これでより突然そうお子さんが書いてくれてる感ある封筒を装ってみました。この動画なんか嫌だな。俺なんかめっちゃなんか嫌な面見せた後にめっちゃ綺麗な面を見せちゃった感じがして、すごいなんか何そんな汚いとこありました？いやわかんない。なんかすごいさ結構 YouTube にとらわれてたっぽい発言をしてたと自覚があるさっき。でその上でなんか突然なんか感動の涙を流しちゃったじゃないなんかすごいさ見てる人がすごいさお前なんなんみたいになんないかな。急に不安になってきた。大丈夫。
急に怯え出してる。お前情緒どうなっとんねんみたいな、なんかまあなんかとにかくね、はい多分今どこまで使われてるかわかんないけど、そうね見てて思ったと思うんですけど、マジで僕素なんで、もちろん知らないから素でいつもこいつずっとこの話してんだなこいつっていうのが分かったと思う。っていうかね、ずっと喋ってる。ずっとその動画のことか漫画のストーリーのことか今作ってるもののことを一生さやに喋り続けてるっていう感じのシーンになってしまった気がする。だからね、こんな夫婦ですけど、はいこれからまたよろしくお願いします。本当にいつも感謝しております。はい、本当にありがとうございます。マジでもはや今だって撮影用の声作る気持ちも今薄れてるからさ、ひでえ喋り方してるもんずっと。さやと喋る時の喋り方に近づいてるちょっと今。なんかあんまり言葉を整理しようとしてない。動揺が感じられて。これさすがに出すやん。出すね。でも恥ずかしいからぶっちゃけ今もうちょっと出したくないの。もうなんか泣いてしまったっていうなんか事実がもう恥ずかしくて今出したくない。出そうね。でも出したくないけど、でも一本になってさやがこんな用意してるなら出さねばっていう気持ちもあるんだけど。はい、大丈夫だよ、安心して。それも込みで玄ちゃん見てもらおうね。泣いてしまった玄ちゃんも YouTube のことについて饒舌に喋り続ける玄ちゃんも、それも全て夏目玄ということで、そう見苦しい私をどうぞこれからもよろしくお願いします。あれとりあえず靴下だけ助けてきて。ちょっと気が向いたら、次回またファンレターの中にさ忍ばせるとしたらさ、靴下を救えっつってだから。もっとね、いやどうすんね、これでみんなさ、次お手紙くれたリスナーさんがさ、絶対リビングのテーブルの下の靴下はどうなりましたかって最後にみんなつけるようになっちゃったらどうすんのこれ。ありそう、やめて、ありそう。片付けるから許して。ありがとうね。またねー。